つもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は釣り人ならあるあると思わずうなずいてしまうような釣り場でよく見られる光景や出来事を10個まとめてご紹介いたします。釣りという趣味は魚を釣るだけでなく、その過程にある人間味あふれる出来事もまた魅力の一つです。ベテランの方も初心者の方もきっとどこかで経験したことがあるのではないでしょうか。それでは釣り人あるある10選、ごゆっくりお楽しみください。本日の結論です。釣りは釣果以上に人間ドラマが詰まった趣味である。本日の目次です。早朝の場所取り合戦。タモ網が間に合わない。なぜか隣の人ばかり釣れる。釣りを始めた途端にトイレへ行きたくなる。講釈好きなおじさまがやってくる。強風によるキャストトラブル。魚かと思ったらただのゴミ。餌を狙う鳥たちとの攻防戦。初心者に先を越される。ラスト1投が終わらない。おまけ。それでは順に解説していきます。早朝の場所取り合戦。釣り場における最初の勝負は竿を出す前の場所取りから始まります。人気ポイントではまだ夜も明けきれぬ時間帯から釣り人たちが静かに集まり、各々のベストポジションへと向かいます。挨拶もそこそこに互いの距離を見ながら絶妙な間合いで場所を確保するその様子はまさに静かな戦い。昨日あそこで釣れたから今日もという思いが交錯する中、誰よりも早く誰よりも冷静に行動することが求められるのです。タモ網が間に合わない。釣りをしていて最も緊張する瞬間、それは大物がかかったと感じた時ではないでしょうか。強い引き、竿のしなり、そして高鳴る鼓動、慎重に寄せ、あと少しというところで、あれ？タモがない。事前に準備しておけばよかったと思っても後の祭り。焦りの中でタモを探している間に魚は暴れてフックアウト。その瞬間の悔しさは言葉では表しきれないものがあります。なぜか隣の人ばかり釣れる。同じ時間、同じ潮、同じような仕掛け。なのに隣の釣り人ばかりが次々に釣り上げていく。自分だけ何も釣れないという状況は釣りをする上で避けて通れない道かもしれません。仕掛けを変え、棚を調整し、餌を変えても結果は変わらず。そんな時は今日は運がない日だなと割り切るしかありません。でも内心、次は自分に来るはずと信じてキャストを続ける自分がいる。それこそが釣り人魂かもしれません。釣りを始めた途端にトイレへ行きたくなる。釣りの準備が整い、ようやく落ち着いて釣りに集中できる。そんなタイミングで急にトイレに行きたくなることがあります。特に寒い季節や朝のコーヒーを飲んだ直後などは要注意。不思議なことにそういう時に限って当たりが来たり、竿先が動いたりするもの。あと5分だけ我慢が裏目に出て貴重なチャンスを逃すことも。トイレのタイミング管理も釣果を左右する大切な要素の一つなのかもしれません。講釈好きなおじさまがやってくる。釣り場では時折話好きなベテラン風の方が声をかけてくることがあります。その方々の語る昔話や武勇伝は大変興味深いものですが、タイミングによっては少し集中力をそがれてしまうことも。昔はこの堤防で〇〇が入れ食いだったんだ。その釣り方じゃ釣れないよといったアドバイスは経験に裏打ちされたもの。敬意を持ちつつも心の中で今は静かに見守っていただけるとありがたいですと思うこともあるかもしれません。強風によるキャストトラブル。風が強い日にはキャストも思い通りにいかずラインが絡まりやすくなります。特にベイトリールを使っている場合、風の影響でバックラッシュが起きやすく、修復に時間を取られてしまうことも。せっかくの釣り時間がラインの処理に追われて終わってしまう。そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。風を読む力と
風に逆らわずする工夫も釣り人として腕の見せ所です。魚かと思ったらただのゴミ。重たい引き、リールを巻く手応え、これはきっと大物だと期待して巻き上げた結果、上がってきたのはビニール袋やロープの切れ端。がっかりしつつもどこかで、まあ海をきれいにできたからよかったと自分を慰める気持ちが湧いてくるものです。釣りを通じて自然や環境について考える機会になることもあります。釣果はなくても海を一つきれいにできたと思えば、それも意味のある一投です。餌を狙う鳥たちとの攻防戦。釣り場で餌を広げると、どこからともなくやってくるのが鳥たち。カモメやカラス、時にはトンビや猫までもが釣り人のそばをうろうろと。特にパンや練り餌を使う際は、その匂いに誘われてやってくる生き物たちとの攻防戦が始まります。目を離した隙に袋の中の餌が荒らされていたという話も少なくありません。自然との共存を感じると同時に油断大敵であることも再確認する瞬間です。初心者に先を越される。経験を積んだ釣り人が一生懸命仕掛けや誘い方を工夫している横で、初心者の方がポーンと軽く投げた一投目でヒット。それも大物。悔しい気持ちとどこか微笑ましい気持ちが入り混じるこの瞬間。釣りとは努力や経験だけでは測れない運や偶然が入り混じる不思議な趣味だと実感させられます。ラスト一投が終わらない。これで最後にしようと思ったはずが、気づけば何度ももう一投だけと繰り返してしまう。釣り人にとってやめ時というのはとても難しいものです。この一投で釣れるかもしれない。次こそはという期待が釣り人を引き止めます。結果、帰宅予定時間は大幅にオーバー。でも、その一投に全てをかける思いこそ釣りの醍醐味かもしれません。おまけ、スマホが海に落ちる危機一髪。釣った魚の写真を撮ろうとスマホを取り出し、しゃがみ込んだその瞬間、ひやっと手を滑らせ、スマホが空中に。ギリギリでキャッチできればセーフ。でも、もし落とせば、その日一番の大物ロスト。SNS に投稿するつもりがスマホとお別れなんて悲しすぎます。釣り場ではスマホにもタックルと同じくらい注意を払いたいですね。いかがでしたでしょうか。本日は釣り人であれば誰もが共感するようなあるある風景を10個お届けいたしました。これまさに自分のことと感じた方も多いのではないでしょうか。もしよろしければ釣りあるあるもぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは釣りに関する知識や笑えるネタ、役立つノウハウを幅広くお届けしています。よろしければチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。